はい、こんにちは。俊也ズガレージライフ、俊也です。新しい機材が増えるたびに音声と BGM のバランスがよくわからなくなる。どうも、僕です。はい、今日は先週予告した通り、バンパーの部分欠損を修理していきます。でよくバンパーをぶつけると、こういうバンパーの耳のところとか輪止めに引っ掛ければバンパーの下側、クリップやネジの取り付け箇所、こういうところがよく欠損します。今日はこのバンパーの下側の部分欠損を修理していきます。基本的に使う道具は先週使った道具と変わりません。ただ今日はこの金属のメッシュネット、これを使います。それじゃあまず欠損した部分の表と裏をこういう感じで V 字にカットしていきます。だいたいここ、5mm から 10mm 程度削り落とします。削り終わったら欠損した部分よりも一回り大きい大きさにメッシュネットを切り出します。このぐらい。バンパーにネットを埋めていくのにハンダゴテで埋めていくんだけど、ハンダゴテの小手先をこういう六角ボルト、こういうのに付け替えます。そうするとすごく作業がやりやすいです。脱脂をしたらネットの位置を合わせてコテで埋め込んでいきます。はい、まず点付けで位置を仮決めします。でこの後ちゃんと中まで埋め込んでいきます。裏面も同様にネットを貼っていきます。表裏貼り終わったらこのはみ出たネットとあとはみ出た樹脂、これを削り落とします。はい、そして広めに足付けをします。脱脂をしたらメグミックスを持っていきます。この時裏からこの成形シートで押さえて作業するとすごく作業が楽です。表面と裏面としっかり盛ることができたらこのまま乾燥を取ります。はい、乾燥させてる間にバンパーの反対側からマスキングテープを使ってこういうふうに型を取ります。そしてしっかりメグミックスが乾燥したら、型を合わせてで印をつけます。そしたらまずこの印に合わせて削っていきます。余計なところを削り終わって形が作れたら次は表面を削っていきます。でちょっと実験してみようか。どのぐらいの強度があるか。いくよ。うら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 、こんだけバンパーをひねっても割れも剥がれもしません。はいね。はい、そしたらまだ巣穴とかあと歪みもあるんでパテを持っていきます。はい、それじゃあパテが乾いたんでパテ研いでいきます。はい、パテ研ぎ終わったらもう一回型紙を合わせて穴の位置を印つけます。そして穴を開けていきます。
はい、こんな感じで穴を開けます。広めに足付けをしてダッシュしたらサフェーサーを入れます。これで終了です。ビフォーアフターをどうぞ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。少しでもいいと思ったらグッドボタンをお願いします。合わせてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。来週もまた見てくださいね。バイ。